冗長化は金の無駄といった上司がシングルポイント障害で全サービス停止した結果、冗長化に年間1000万も使えるか、個人で冗長化システム作ってたけど。俺は30歳の SRE エンジニアだ。中堅の SaaS 企業で6年間働いている。うちの会社は年間売上5億円くらいの規模だ。だがインフラ構成には大きな問題があった。全てのサービスが単一サーバー構成だったんだ。 Web サーバーも1台、 DB サーバーも1台。つまりどれか1台でも壊れたら全サービスが停止する。それってめちゃくちゃ危険じゃん。シングルポイント障害ってやつ？その通りだ。だから俺は冗長化設計を提案することにした。マルチ AZ 構成、オートスケーリング、 DB 冗長化。これで障害時も自動的に切り替わるようになる。年間コストは約1000万丸の追加だ。50ページの詳細設計書を作成してインフラ部長に提案を持っていった。部長、現在の単一構成は非常に危険です。冗長化設計を導入すべきだと思います。冗長か。年間1000万丸も使えるか。そんな金があったら人件費削減だ。しかし部長、障害が起きたら。今まで障害なんて起きてないだろ。お前は心配性すぎるんだよ。俺は30年 IT 業界にいるんだ。単一構成で十分なんだよ。却下だ。何この老害。30年の経験が何の役にも立ってないじゃん。初回の提案は却下された。でも諦めるわけにはいかない。部長、再度提案させてください。コストを800万円まで削減できました。800万円でも高すぎる。却下。部長、段階的導入で初年度500万円に抑えました。だから却下だって言ってるだろ。冗長化は金の無駄なんだよ。コスト削減しか頭にないのか。その後も提案を続けたが、全て却下された。却下メールは20通にも達した。部長の言い分はいつも同じだった。今まで障害なんて起きてない。これからも起きるはずがない。冗長化は金の無駄だ。完全にフラグじゃん。今まで起きてないから大丈夫って論理がやばい。俺は決意した。会社が動かないなら自分で動くしかない。個人の AWS 環境で冗長化システムを構築することにした。個人で？それって自腹ってこと？そうだ。月額5万円の AWS 環境を契約した。年間60万円。俺の給料の1割以上だ。自腹で60万円って覚悟やばすぎ。リッチの本気度が伝わってくる。仕事が終わったら毎晩自宅で作業した。まずはテラフォームでインフラをコード化、 VPC、 サブネット、セキュリティグループ全てをコードで管理できるようにした。次にマルチ AZ 構成を構築。東京リージョンの AP のスイースト 1A、 1C、1D の3つの AZ、 それぞれに Web サーバーとアプリサーバーを配置。ロードバランサーで自動的に振り分けられる。オートスケーリングも設定した。負荷が高くなれば自動的にサーバーが増える。そして DB は RDS、 マルチ AZ 構成。マスター DB が障害を起こしてもスタンバイ DB に自動的に切り替わる。ルート53で DNS フェイルオーバーも設定。ヘルスチェックで異常を検知したら自動的に別の AZ に切り替わる仕組みだ。すげえ、完璧じゃん。これなら障害が起きても大丈夫そう。毎日深夜2時まで作業した。休日も返上してコーディング。3ヶ月かけて完璧な冗長化システムが完成した。テラフォームでワンクリック適用できる状態だ。本番環境にも適用できるようにしておいた。ワンクリックで本番適用。準備万端すぎる。その間も部長のコスト削減圧力は続いていた。サーバー代が高すぎる。もっと安いプランに変更しろ。部長、これ以上削減すると性能に影響が。影響？そんなの気にするな。コスト削減が最優先だ。監視ツールのデータドックも解約させられそうになった。監視ツールなんて無駄だろ。目視で確認すれば十分だ。目視って令和の時代にそれはない。完全に時代錯誤。
そんな中、転機が訪れた。大手顧客から連絡があった。御社のサービスを継続利用したいのですが SLA99.9% を保証していただけますか？この顧客は年間契約2億円の超大口だ。保証できない場合は契約更新できません。 SLA99.9% は年間ダウンタイム 8.76 時間以内。単一構成では絶対に達成できない。これはやばい。2億円の契約が吹っ飛ぶかも。俺は部長に報告に行った。部長、大手顧客が SLA 保証を要求しています。冗長化を導入しないと対応できません。問題ない。今まで障害なんて起きてないんだから SLA99.9% くらい余裕で達成できる。部長、本当に大丈夫ですか？黙れ。俺の判断に文句を言うな。お前はコスト削減だけ考えてろ。フラグ立ちまくりなんだが。これ絶対障害起きるやつじゃん。部長は SLA 保証の契約書にサインした。違反時の違約金は500万円。俺は不安でたまらなかった。だが準備はできている。いざという時は俺の冗長化システムがある。一致の準備が光る時が来たそう。金曜日の17時、いつもの定時だ。俺はそろそろ帰ろうとしていた。その時、データドックから大量のアラートが飛んできた。メイン DB サーバーが応答していない。ハードウェア障害だ。慌ててサービスを確認する。全サービスが完全停止している。ログインもできない。データ取得もできない。すべてが真っ白だ。来たー。フラグ回収。社内は大パニックだ。サービスが見れない。顧客からクレームの電話が鳴りやまない。いつ復旧するんだ。俺は売上損失を計算した。1時間で約1000万丸の売上損失。さらに悪いニュースが入った。サービスが停止している。これは SLA 違反だ。契約解除の手続きを進めさせてもらう。2億円の契約が。部長の判断が裏目に。部長が技術チームを集めた。なんでこんなことになってるんだ。すぐに復旧しろ。メイン DB サーバーがハードウェア障害です。バックアップサーバーがないので。復旧にはどれくらいかかるんだ。スナップショットからの復元で最低でも6時間はかかります。6時間だと。6時間も停止とかやばすぎる。完全に終わったな。データベースのサイズが大きいので復元には時間がかかります。もっと早くできないのか。冗長化システムがあれば数分で切り替えられたんですけどね。主が言ってた通りじゃん。スナップショットから復元するしかありません。バックアップサーバー、そんなもの用意してないのか。部長が却下したんですよ。冗長化は金の無駄だと。それはブーメラン直撃。自業自得すぎる。復旧見積もりを報告します。EBS スナップショットからの復元で最低6時間。ただし直近1時間のデータはロストします。6時間。しかも今は金曜17時。週末を挟むため完全復旧は月曜朝になる可能性が高いです。月曜。売上損失は最大で6000万円以上。 SLA 違反の違約金500万円。大手顧客2億円契約の解除。合計で2億6500万円の損失です。2億6500万円。上長化1000万円ケチった結果がこれ。損失が26倍以上って。緊急取締役会議が開催された。どうなっているんだ。全サービスが停止だと。それは想定外のハードウェア障害でしてベンダーの責任です。復旧にどれくらいかかるんだ。それが最低でも月曜朝まで。月曜朝だと損失は合計で2億6500万円ほど。2億6500万円だと会社が潰れるぞ。やばすぎる。本当に会社潰れるレベル。俺は手を挙げた。社長、実は障害の解決策があります。本当か。はい、個人で冗長化システムを構築していました。個人で。テラフォームでコード化済みです。ワンクリックで本番環境に適用できます。そんなものがあるのか。来た。一致の準備が光る。すぐに実行してくれ。了解しました。ノート PC を開いてターミナルを起動。テラフォームアプライコマンドを実行。マルチ AZ 構成が本番環境に展開さ
されていく。 VPC 作成完了。サブネット作成完了。ロードバランサー起動。 RDS マルチ AZ 起動中。5分後。上長化インフラの展開完了。データ移行開始。10分後。センサービス復旧完了。素晴らしい。データロスもゼロです。ダウンタイムは合計1時間15分。6時間が10分って一致の準備が完璧すぎた。君このシステムいつ構築したんだ。3ヶ月前からです。部長に上長化を提案したのですが、20回連続で却下されました。これが提案メールと実家メールです。20回分全て記録してあります。部長これは本当か。それはコスト削減のために。部長の発言記録もあります。上長化は金の無駄だ。今まで障害なんて起きてない。これからも起きるはずがない。繰り返し発言していました。ここで私は個人で AWS 環境を契約しました。月額5万円。6ヶ月で30万円です。これがクレジットカードの支払い明細です。自腹で30万円。部長年間1000万円をケチった結果2億6500万円の損失リスクを生んだんだぞ。彼が自腹で準備してなかったら会社は本当に潰れていたんだぞ。申し訳ございません。君は降格だ。総務部への移動を命じる。さらに今回の損失1000万丸個人で賠償してもらう。1000万丸完全に自業自得。そして君インフラ部長に昇進だ。年収も550万から900万に引き上げる。350万円のアップだ。さらに特別ボーナス500万円を支給する。うちで払った30万円の全額返金だ。ありがとうございます。今後の上長化システムの年間予算3000万円を承認する。3000万円。 1000万丸ケチって3000万円になった。頑張る。 SRE チームも5名動員する。君がチームリーダーだ。はい、頑張ります。あれから3ヶ月が経った。大手顧客との契約は無事に継続。さらに追加契約で1億円の受注も獲得した。 SLA99.99% を達成。障害ゼロの記録を継続中だ。新規顧客からの信頼も獲得。年間売上は10億円を突破した。業界でも効果要請の模範企業として評価されている。一致の判断が会社を救った。素晴らしい展開。元部長はどうなったかって？総務部に移動後1ヶ月で退職した。1000万円の賠償金は分割払い中らしい。業界内では悪名が広まり、1000万丸ケチって会社を潰しかけた無能部長として語り継がれているそうだ。再就職もできていないらしい。俺の方はというと、新しいチームメンバー5人と一緒にインフラのさらなる改善に取り組んでいる。準備を怠らず常に最悪の事態に備える。それが SRE エンジニアの仕事だと改めて実感した出来事だった。最後まで読んでくれてありがとう。主を継ぐ。めちゃくちゃスカッとした。一致の準備が完璧すぎた。上長化の大切さがよくわかった。